こんにちは。おっすおっす。新年、明けましておめでとうございます。今年もゆるりと動画を投稿していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、スパロボ F 完結編縛りプレイ、いつも通りやっていきます。前回は、ジョーゴヒコとチャンウーフェイが、うろうろしに来て撃墜されました。宇宙でうろうろする奴が悪い。そしてアスフィー、ガトーが仲間になりました。最強精神コマンド脱力の持ち主であるアスフィーと、この縛り最強のモビルスーツパイロットであるガトーさんです。機体としてはノイエジールを入手し、パイロットが増えた分も問題なく補えますね。レベルは50と今のこちらのパイロットとしては少し低めなので、メタスでレベル上げです。PC ルートはポセイダルルートよりもパイロットの平均レベルが上がってます。そしてこちらが九段のノイエジールの性能。極端に高い HP、まるで敵のような運動性と走行、そしてべらぼうに低い限界。スパロボ F と押してみても、味方機としては異質な性能を持っています。ぶっちゃけ敵の頃から HP を下げただけです。とにかく運動性が高いのに限界が低いので、アムロさんとかみたいに回避命中が高い人を乗せると、すぐに限界を超えてしまいます。しかしどうしたことでしょう。私がよく目にする人たちは、限界なんて超えたことないくらい回避命中が低い人しかいないので、何の問題もなくノイエジールに乗ることができるのです。言ってて悲しくなってきた。ということでノイエジールには降参を乗せておきます。武器は主力となるメガ粒子砲を改造。メガカノン砲の方が攻撃力は高いですが、4発しか弾がありませんからね。ちなみにメガ粒子砲は初期攻撃力1900、射程16、消費エネルギー10と、エルガイムマーク2のパワーランチャーとほぼ同様の性能を持っています。兵装とするのに十分な武装と言えるでしょう。まさかのこの流れでまだ加入しないウーフェイ。せめてここで仲間になれば DC ルートでは少しは出番あったのにね。ということでシナリオスタートです。すでにギワザが反乱を起こしてるらしく、色々入り乱れてます。そして NPC にヒーローたち。しかしなぜかポセイダルルートで乗ってきた強化版ではなく、HP が少ない版。なんでわざわざ弱い機体に乗ってきたのか。そしてポセイダル軍にはポセイダルルート同様王子がいます。しかしこちらのルートでは 4EP で赤軍が全員撤退してしまうので、無理に戦う必要はないです。さらに HP が 70% 以下でも撤退してしまうので、ポセイダルルートより倒すのは厳しめですね。そしてギワザ軍には相変わらずのメンバー。ネイアントン・ヘッケラーにマクトミンです。量産機は前回のステージにもたくさんいた攻撃力ぐらい浅んなので、ただ HP が多いだけのやつです。無駄に時間がかかる要素が多いステージですね。
敵軍同士で勝手に殴り合ってくれるのはいいですが、攻撃力が低すぎて意味があるのか怪しいかもしれません。これでどうだ。このままで済むと思うな。やらせん。うわっ、この黙ってやられるものが。アトールなのでそこそこ攻撃力がある感じでしたね。このぐらい減ってくれるなら殴り合ってくれるのはありがたいです。とにかく赤軍は 4EP までしかいないので、できる限り撃墜して資金と経験値を回収しておきたい。王子は 4EP までっていうのはともかく、70% 以下撤退はさすがに厳しいので、今回は放置で、手前にいるギャブレイと翼レイ、奥にいるフラット3ぐらいは倒しておきたいところです。ビームコートが強すぎて、攻撃が意味をなしていない。いかに自軍部隊の攻撃力が高いのかを思い知らされます。そんなものとはな、失望したね。死ぬがいい。やられただと。一人だけ段違いすぎた。というかパワーランチャーの射程が長すぎる。そしてトーラスが弱すぎる。やばい倒される、と思ったらまさかの倒されませんでした。そして相変わらずの性能の王子。攻撃力4500でフル改造されてないんだから意味がわからないよね。ちなみにこれを10段階改造するとどっかの親父の乗る王子の性能になります。直撃か。こんな見た目だけどビーム兵器ではない流線クローアーム。0083本編で GP03 のアイフィールド発生機を潰したり、G ジェネの影響もあるのでビーム撃つ武装ってイメージがない。しかし、移動後に13で攻撃できる武装というのはこのゲームでは本当にありがたい。移動後使用できるのは基本的に射程1の武装ばっかりですからね。エルガイム系の S マインか、F91 のメガマシンキャノン、あとはデスサイズのバスターシールドくらいだろうか。スーパー系ならゲッターとかのトマホークブーメラン系とかかな。まあデスサイズのバスターシールド並みに攻撃力のある武装はないよね。と、まあ武装もなんやかんやで優秀なノイエジール。さっきも言った通り、メガ粒子砲はほぼエルガイムマーク2のパワーランチャーと同性能なので、燃費と火力の両立ができてていいですね。エネルギー消費をする武装もこれ以外だと、なぜかメガ粒子砲より攻撃力も低いし射程も短いのに、消費エネルギーがメガ粒子砲より多い変更メガ粒子砲だけなので、エネルギー切れになる心配もないでしょう。宇宙世紀ガンダム系の機体は F91 やビギナギナ、ニューガンダムなど、燃費で問題を抱えてる機体が多いですが、それらの問題とは皆無と言えるでしょう。フルアーマー100値機械と比べてもそこまで見劣りしない良い性能をしていると思います。まあ最大の問題点は結局のところ限界の低さに尽きるわけで、
初期運動性が155、初期限界値が340、10段階改造時の限界が490なので、マグネットコーティングなどで限界を上げない場合、回避命中が345を超えてる場合、運動性無改造でも限界を超えてしまうわけで、そもそも入手時に3段階改造されている状態で手に入るので、運動性は170あります。ちなみにこの間のステージのハマーン様の回避命中がこんな感じ、ニュータイプ補正込みの数値になっているので、さすがに320に届く人はほとんどいなさそうです。そんなのたくさんいたら誰もノイエジールに乗れなくなる。当ててみせる。あんのまだやられはせんよ。もらった。くらい避けてみせる。ということで近場にいたギャブレイに早速仕掛けに行きます。変なところに当たるな。あんのまだやられはせんよ。美しく散りたまえ。右？いや正面か。いい感じに削れはしましたが、倒すのは無理そうです。ラバで熱血とかかければいけたかもしれませんが、このステージは他にも敵が多いので精神ポイントは大切にしていきましょう。王族上がりの戦法を見せてやるぜ。やるけど低命中率に被弾するのは基本ですよね。むしろ防御とかを選択する可能性が低い分、命中率高い攻撃より危険だったりする。ということで発射の攻撃を2発連続でもらい、かなりピンチのエマさん。ここから先何連続で攻撃を避ける必要があるのか。ひとまず防御しても落とされそうなので、回避を選択して頑張ってもらいましょう。なんとか全部避けました。雑魚の攻撃は 0% なので、安心できます。しかし、ギャブレイ、6レイの攻撃は全部避けたのに発射の攻撃には全部当たるのか。ある意味当たったのが発射で良かったとは言える。生きれたと思いましたか？まだ届きます。完全にアウト。これで決めてやるよ。当たるものですか。エマさん奇跡の回避を連発していきます。どうしたのこの人。待って、ガイラムが届いた時点で察してた。そこ正面違う左ね。何が起こったエマシーン。勝てると思うな。当たるものですか。まさかすぎる全回避。ポセイダルとフルフラットの攻撃すら全部避けるとは思わなかった。これはこうにはできないゲート。あの人むしろ全部命中しに行くプロレススタイルだから。さあヒーローたちが近づいてきました。餌になるだけなので、できれば近づいてほしくないですがね。ターン数的に撤退までもう少しなので、フラットさんに挑発をかけておきます。下手に攻撃されないためでもありますね。黄色軍のカルバリーテンプルが近づいてきているので、下手に近づかなければ王子には攻撃されないはず。こっちから近づいてフラットさんを倒すのは、さすがにリスキーです。まずフラットさんとかポセイダルとか考える前に、目の前にいるアシュラテンプルをなんとかする必要がありますしね。いくらトーラスとかいう餌が現れたとはいえ、これを処理するのが先ですね。バーニーは加速持ちなので相変わらず使いやすい。一番使いやすい要因は精神ポイントを惜しむ必要がないからなんですけどね。
ボス戦で攻撃を当てることはできないから、熱血分とか取っておく必要がないのは楽でいい。貴様死ね。これくらい避けてみせる。このままここにいるとまたポセイダルに攻撃されるので、後ろに下がって回復。ついでにガトーのレベルも上がって一石二鳥です。ごめん。なんのまだやられたわけではない。これで終わりだ。いや正面か。ということでゲブレイはもう少し、このままリリスで幸運をかけて仕留めましょう。そこか。よくも危なっかしいゲブレイを撃墜。まずは一つ。このステージも大概にネームドキャラが多いから大変です。まずポセイダル軍にネームドキャラが多すぎ問題。DC よりは事前に数を減らそうという意思が見えるからよし。この一撃で決める。貴様これほどの力を。とどめだ。当たりはしない。翼霊もいい感じに削れたものの、R&B は届かず。これがあるから射程1しかなくて加速を持ってないと不便。食らえ。直撃か。死ね。だがこの程度ならまだいける。さすがにほとんど改造してないメガカノン砲じゃ効きませんね。しかし、反撃食らってもこの程度で済ませられるっていうのは、今までにないありがたさ。いろいろ考えたけど、ここはサイドを使用することで R&B で攻撃を仕掛けに行きます。R&B の2回行動可能レベルまでもう少しなので、レベルが同じか上の敵はなるべく R&B で倒したいんです。悩んだ末熱血を使用。盾されて倒せないのが一番最悪なので。バカな。翼霊を撃墜。DC ルートでは最後に出てくることはなく、この時点で退場のようです。でもこのステージって 4EP で撤退するわけだから、撤退した場合誰に知られることなくフェードアウトしてたわけで、ちゃんと倒されるところが映ってよかったですね翼霊さん。これで近くにいたアシュラテンプルは全滅。発射が放置されてますが、まあ発射だし後回しで。どこの処理も概ねできましたね。カレイテド3機とレストレイルが1機だけいますけど、このゲストとポセイダルの微妙な力関係がわかるような図ですね。ゲストは今戦線からほぼ撤退してますからね。ポセイダルに派遣できる戦力はこの程度ってことなんでしょうか。さあ、そろそろとどめを刺してやろうか。こいつは射程距離外からだと意外とせこい手を使うやつだ。
バカみたいなダメージが出てます。あのカルバリーテンプル普通に走行2500ぐらいあるんですがね。いただく。やられただと。愚か者だ。そんなもんかよ。くらえ。なめるな。トーラスとかが弱すぎて、発射が強く見えてくる不思議。兵装がビーム兵器なのでビームコートで軽減されるとはいえ、さすがにちょっと弱すぎますね。目標確認。破壊する。やりやがったな。なんだっての。油断したか。一番の油断はそのメリクリウスとかいう機体に乗っていることです。まず無改造のウィングガンダム並みの装甲しかないのはどういうわけなのか。そして哀れに散る連邦兵。ということでフラットさんをアムで説得。せっかくなのでね。それではささっとフラットさんを片付けてしまいましょうか。撤退するのは今ターンの EP ですからね。甘いんだよ。こんなことぐらいでやられる私ではないよ。これで終わりだな。危ない危ない。ガイラムはそこまで HP が多くないですね。キュベレイとかドロスのせいで麻痺した感覚が戻りません。こんなことぐらいでやられる私ではないよ。負けはしない。やばい。なんとか生きてました。そして当てることにも成功。耐えれるだけの硬さがあるこのありがたさ。これで一発分の精神ポイントを温存できましたね。最後はダバで魂幸運をかけて、仕留めましょう。動力部だけを狙って、行け！フラットさん撃墜。ガイラムは資金が多いので、幸運かけると美味しいです。うわっ、この野郎。落ちろっつってんだろ。このくらい避けてみせる。ということで一人放置されてる発射に集中攻撃。精神ポイント使わなくていいから楽なものです。そうやるじゃねえか。なめるな。当たってたまるかよ。この一撃で決める。うわあ、頭、もう持ちませんぜ。
くらえ。この残りミリ。もう何でも落とせそうですね。ちなみに発射は切り払いレベルが2までしか上がらないという。一般兵と大差ないです。というか発射ってステータス親衛隊兵より全部低いし。ついてねえぜ。発射撃墜。近くの敵はあらかた片付きました。残りは徐々に近づいてきてる義技たちですね。ということで、今回はここまでです。例に漏れず、今回も分割です。終盤は1ステージが長いし、ネームドが多いからね。それでは、ご視聴ありがとうございました。